今どう過ごしてる？アメリカ留学中の学生さんにインタビュー。ありがとうございます。はい、ということで今世界がね大変な状況になってるんですけど、じゃあアメリカに今留学中の学生さんが実際どんな生活をしているのかっていうのをインタビューを通して聞いてみたいと思います。そしてそれに今日協力してくれるのが私のお友達の川村咲さんです。こんにちは。はい、本当にありがとうございます。今日は。いえいえ、こちらこそありがとうございます。今日いろいろ質問していくのでよろしくお願いします。はい、はい、了解しました。では、じゃあもう最初にさきちゃんがアメリカでどんな勉強をしている学生さんなのかっていうのをちょっと皆さんに教えてください。はい、私はこちらアクターズスタジオドラマスクールっていうところの、大学院に通っています。で、MFA っていうマスター・オブ・ファイン・アーツっていう、アートとか芸術系の修士号なんですけど、それを、3年後に取れるように勉強していて、私が勉強しているのは、舞台演出と、アクティングです。で、所属は舞台演出なんですけど、ダブルディグリーみたいな感じでアクティングの授業も全部取っているので、両方勉強しているような感じです。はい、なるほどね。いや、なんかそっちの話もすっごい興味深くて聞きたいんだけど。ありがとうございます。でも今日はいろいろ他にも聞きたいことがあるので、はい。大学院の方でもちょっと大変なことになってると思うんですけど。はい。全ての授業がオンラインに変わってしまって、で最初は、3月の末までオンラインっていう形だったんですけど、それがもう全部5月の末までの、全部の春学期のセメスター全部オンラインっていう形に変わってしまいました。5月の末まで。はい。だから私はラッキーだったんですけど、そうなんですよ。人によっては卒業式がなくなっちゃったりとかして、それがすごくね、悲しいんですけど。確かに。ああ、そっか。でもその、演出のコースとか、その舞台の演出の勉強してるって言ってるけど、結構なんか実技授業とかもあるはずじゃない？そういうものはどうしてるの？それが、Zoom っていうアプリ、アメリカで有名なオンラインのミーティングとかのアプリを使って、本当に今やってるみたいにこういう風に先生がいて、で生徒たちがバーって映されて、もうオンラインで一人で全部やるって感じですね。そっか。じゃあもうカメラの前で先生がこう見本見せたりとか。そうです。で、一人でカメラに向かって喋ってると。そうなんですよ。ボイストレーニングとか、あとは、ムーブメント、体のトレーニングとか、そういう風になっていて、で、あと、アクティングのトレーニングとかは、本当は、5月の末にフェスティバルウィークっていう発表会があるんですけど、それももうキャンセルになってしまったので、それは、もうやるはずだった戯曲の分析とか、キャラクターチェックリストとか、そういうのを中心に授業でやってます。なるほどね。やっぱ実績の授業だけどちょっとアナライズ的な方に内容が変わってるのね。はい。そっか。そう。でもそのもともと実技の授業だったわけだから、やっぱ自分が実際に体を動かしたりとか、モノローグを読んだりっていうことができないから、そこはなんかイライラしたりとかフラストレーションたまらない？いや、めちゃめちゃフラストレーションですね、実際。すごく大変で、今さっきもシーンパートナー一緒に、シーンをやることをミーティングしてたんですけど、やっぱり画面越しだと人の、ね、熱量みたいなのが伝わってこないので、そのすごいリスポンスがすごいフラストレーションがたまるのと、あと1日に10時間とか授業がある日もあって、でもとにかく目が疲れる。確かに。そう、ブルーライトがね、すごい大変で、それはちょっと予想してなかった大変さでしたね。そうだね。じゃあその学校のスケジュール自体はそのまま？はい、そのままです。それがすべてオンラインでやってるっていうことか。はい、そうです。でも本当にもう例えば連続してたらずっとパソコンの前。
そうなんですよ。それがすごく結構ね、目にきます。本も今買える状態じゃないので、なかなか先生がボーンってこうオンラインで300ページぐらいの本を全部 PDF で送ってきて、そう、それをこう授業外の時間でね、全部読んでまとめなきゃいけないので、またそこでさらにスクリーンを使うっていう。いやー、目痛くなるね、それは。めちゃめちゃ痛いですね。すごい。でもそれやっぱしょうがないからもう画面で読んでる？そうですね。ちょっとさすがに300ページ印刷できなくって。確かにね。それは本当じゃあ予期してなかった。予想外の大変なところだね。予期してなかった。うん。はい。そうか。あとその今ねすごいこう気になったのが、さきさん、はい、後ろがさ、はい、絶対このニューヨークとは思えないこの自然の中なんですけどそうなんですよ。どこにいるんですか？今ペンシルベニア州のポコノマウンテンっていうところにいます。ペンシルベニア州。はい。はい、で、これはいろいろ、はい、そうです。いつもはニューヨークで、すごいいろいろ私はラッキーだったなと思うんですけど、クラスメイトの一人がご両親がこっちにホリデーハウス、別荘みたいなの持っていて、でそこにもう個室も4つあるしって言ってクラスメイトを呼んでくれて、そうなのでちょっと避難してます。はい。あ、そっか。それはいつからそっちにいるんですか？一昨日ですね。お、じゃあほんと着いたばっかりだ。そう、着いたばっかりで。でちょっと公共交通機関を使うのもちょっと危ないので、他のクラスメイトが車で送ってくれて、はい、すごいね。じゃあもうほとんどの同級生とかはまあ実家に帰ったりとかっていう形になってる？そうですね。アメリカ国内の子だと実家に帰ったりする子が多いんですけど、例えば今一緒にいる子が1人がドイツ人で1人がオーストラリア人なんですけど、私も含めて帰ってしまうと時差がすごいので、こう夜の10時とか11時から朝の10時11時まで授業を受けなきゃいけないっていうのはちょっとさすがにそうだね、厳しいかなっていうので、私も残る決断をしました。なるほど。それは私も考えてなかった。インターナショナルスチューデントは、帰りたくても帰っちゃうと授業を受ける時間がすごい変な時間になっちゃうんだ。そうなんです。そうだね。そうかそうか。じゃあもう本当にもう残らざるを得ないという。そうですね。ちょっとすごく考えたんですけど、結果残ることにしました。なるほどね。でもやっぱこう他の州にさ、そういう大きな別荘があったりとか、あとこう、なんていうの、クラスメートが車で送ってくれるとかって、やっぱちょっとアメリカならではっていう感じもするんだけど。ああ、そうですね。そうかもしれないですね。確かに。日本だとね、なかなか想像できないもんね。想像できないですね。なんかここの近くも、軽井沢、日本の軽井沢とか北海道みたいな感じで、こうもう家がドンってあって、山、ドンってあって山みたいな感じ。そう。なので、静かそうだね。そう、静かだし、あとはこうお家同士の人が知ってる人が多いので、はい。あとはエアビーとかも禁止のエリアなので、こう観光客が来ることがないので、こうウイルスとかの危険性も、すごく低いとは思います。そうだね。はい。すごい。それじゃ本当に安全な場所に行けてよかったね。そうですね。はい。ちなみにそこでの生活って今どんな感じ？そこでの生活は、はいはい。今もみんなそれぞれいろんなスペースで自分の宿題したりとか練習したりとかしていて、授業もこう人によっては一緒だったりとか違ったりとかするので、割ともう平日は自分たちのルーティンで過ごして、土日はこうたまに一緒に晩ご飯作って食べて、で夜それが終わったらアイスクリーム食べながら映画を見るみたいな生活をしてます。なんかちょっとなんだろうな、こう長期休暇のなんかアメリカのなんか過ごし方みたいな感じ。あ、そうですね。そうそう、そんな感じです。家族で集まってみたいな感じでね。そっかそっか。
じゃあなんかそういうさ、なんて言うんだろう、こう誰かとこう集まって食事できたりとかっていうのがあるのはやっぱ結構こう精神的にも助けになってそうなんだけど。すごく助けになりますうね。ん。ニューヨークにいるときは全然こう学校とは関係ないルームメイトと住んでて、私はそのルームメイトたちもすごく大好きなんですけど、やっぱりこうボイスワークをするとかアクティングのトレーニングをしなきゃいけないときに、やっぱりね壁が薄かったりすると、やっぱりちょっと申し訳ないなと思いながらずっとやってたので、こうそういう意味ではそういう空間をシェアできるのはすごくいいですね。すごいね。それはすごい、いろんな意味でラッキーだね。はい、そうです。ああ、よかった。じゃあ逆にそのまあ一緒に入れたりしてっていい面もあるけど、今、一番辛いとか大変なことっていうのは何ですか？そうですね。私がディレクター、学校に26人ぐらいいて、3人だけディレクターなんですね。で、私がその1人なんですけど、他が、プレイライト、脚本家が3人。で、残りが、全部アクターで、そのディレクターそれぞれ一人一人1作品を持っていて、その下にアクターが3人ぐらい自分たちの発表に向けていたんですよね。で、その、リハーサルとかもうずっと何週間もやっていて、こう結構信頼関係が構築できて楽しく練習をしていたところだったので、こうそれが全部なくなってしまったのがすごく、どうしようもないんですけど悲しいですね。まあ離れ離れになるのはまあ仕方がないと。そうですね。それが一番辛いね。なるほど、そっか。もちろんね、辛いこと大変なこといろいろあると思うんだけど、さっきもねご飯の時とかこうみんなと顔を合わせられるとかね、こう一緒にいられる時間があるっていうのを聞けていいなと思ったんだけど、もしその他にこの状況下だけど見つけたなんか良かったこととか、ちょっとなんか明るいことっていうのあったら教えてください。はい、ニューヨークにいる時に特に思ったんですけど、ニューヨーカーってやっぱりすごい忙しいじゃないですか、みんな。こうね、こう、せかせか動いて、すごくみんな忙しい日々を送ってると思うんですけど、その中でもセルフトリートメントというか、やっぱり家にいなきゃいけなくなって、自分の時間を大切にするようになったりとかいう様子を見れたのはすごく私は素敵だなと思いました。普段やらない料理をやったりとか、本を読んだりとか、好きな映画を見たりとか、そういう時間をね、人たちがこう持ってる様子を見れたりとか、あとはちょっと散歩に行くとね、こうみんながすごく自然に対していい気持ちを持ってるなっていうのはすごく素敵だなと感じました。で、私自身もこっちに来てから、すごい自然が豊かなので、滝とか見に行ったんですけど、滝もあるんだ。いいね。そうなんです。こう普段自分が生活してる中では気づかない例えば海の潮の匂いとか、ちょっと木がこうね重なってる感じとかにすごい感動して、素敵だね。そういうこう、ねセンスが尖ってきてるのは、ちょっとしたことにも感謝というか、気づける気持ちが芽生えることはすごくいいことだなと思います。素敵。それはすごい素敵なことに気づいたね。はい。そっか。しかもその自然の中にいたら余計感じるだろうね。そうですね。本当にそうです。このマンハッタンの中だけでもちょっと公園に行ったらなんか気分が違うんだからね。違いますよね。わかります。すごい。それはちょっと羨ましいかも。今日は自然の中。これね、この間私たちそのメンバーの中でこうトークをした時にも、みんなで聞いてたんだけど、やり遂げたいこと、なんか今やりたい目標とか。スペイン語とフランス語の勉強を始めました。2カ国語？はい。スペイン語はもともとちょっと勉強してたので、ある程度わかるんですけど、語学、英語をこうもっともっと上げようと思った時に、やっぱりすごく
フランス語とかスペイン語とかラテン語のルーツを知ってるってすごく強いなと思って、でまあアートをやってるっていうのもあるので、フランスとかからすごくいっぱいいろんなものが来ているので、これはちょっといいチャンスかなと思って始めてみました。素晴らしい。ポジティブ。はい。しかもそうね、逆にすごい、まあもちろん授業忙しいけど、でもやっぱ、いつもよりもしかしたらちょっと時間があるかもしれないから、こう集中できる。そうなんです。はい。それはありますね。あとはやっぱり普段授業を受けてると、なかなか映画見る時間もないし、確かにね。そうなんですよ。だからこういっぱい映画を見たりとか、あとまあこうウイルスとかでいろんなものが閉まっちゃってしまってるおかげでじゃないですけど、いろんなこうミュージアムがバーチャルツアーをオープンしてたりとか、あとはそうオペラの劇場が生配信してたりとかするので、そういうのをこう見て勉強するのはすごくいい機会かなと思います。確かにそれがすぐ配信してくれたの、私もすごいね、ありがたいなと思った。ね、すごかったですよね。なんか数もすごいから、もうなんかそこアメリカは早いな、そういうのって思って。本当にすごいと思います。そういうこうオンライン上でのものもちゃんと活用して、新しいことを学んでるんだね。すごい。そうですね。素晴らしい。ではね、これがラストの質問になるんですけど、じゃあこの外出禁止とか、あとこう自宅隔離とかっていうこの非常な事態が終わって、いつものね通常の生活に戻れた時に、その時になんかこう成し遂げたいこと、やりたいこと、新しいビジョンっていうのがもしあればぜひ教えてください。はい。まずはやりたいこととしては、今クラスメイトのディレクター3人で話してるんですけど、発表会がなくなってしまった分、そうリハーサルは続けていって、それを映像にでも残そうかなと考えています。せっかくね、数週間リハーサルしたので、それがちょっとなしになってしまうのはすごく悲しいので、できたらフィルムにして世にお届けできる形にできればいいかなと、それがやろうかなと思っていることですね。あとは、せっかくこう自分たちの時間がすごく取れる期間でもあったので、その大切さというか、綺麗なものを見たりとか、いいものを見たりとかいう時間を、忙しい毎日の中でもちゃんと続けていきたいなというふうに思ってます。素晴らしい。その映像化はぜひやってほしい。そうですね、やりたいです、ぜひ。やっぱりこの状況になってさ、こう映像でいろいろシェアとかさ、全部がこうねオンラインで出たりすると、やっぱ映像でできることってすごいなって思うし、すごいですよね。残るし、こういろんな、世界駆け巡るし。そうですね、本当にその通りですね。なので今結構カメラワークとかもちょっと勉強していて、フィルムディレクターとしての、そうです。すごいじゃん、なんかジャンル増やしてるじゃん。そうなんですよ。すごいじゃない。大変できるかどうかわかんない。ダンサーがあって、他パフォーマンスとして演出家で、次にフィルムディレクターも行く？行こうかな。すごいじゃん。で、それでちょっと頑張ろうかな。喋ってごらんよ。すごいこと。すごいことになりますね。素晴らしいね。いえ。すごいマルチタレントになって帰ってきそうだね。いえ。いやでもすごいなんかやっぱね、こうみんな大変な状況だけど、そういう状況を利用して本当にこう、なんていうかな、有益に使ってる、なんかそういう姿がすごい見られて、すごいなと思います。安心するし、嬉しいし。ありがとうございます。素晴らしい。じゃあその映像化した作品を見えることを楽しみにしてます。ぜひ頑張ろうと思います。頑張って。ありがとうございます。じゃあ本当に今日は宿題もいっぱいあって大変な中、本当時間取ってくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ニュースだけだと、伝わらないこともいっぱいあったし、そうですね。絶対日本のね、みんなも気になっていることが多かったと思う。
なので本当にありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。よかった。それではこの動画を見て留学生のみんな頑張ってるな、応援したい、そしてあきちゃんの作品ぜひ見たいなと思った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、それではあきちゃんもしていきましょう。See はい you See you next time! On a short day